はい、こんにちは、もんちゃんです。よろしくお願いします。なんだかホテルの撮影が久しぶりになりますが、よろしくお願いします。はい、で、最近は新しいホテルがたくさんできているので、そちらもいろいろ行ってご紹介したいんですが、最近の新しいラグジュアリーホテルは、価格がね、結構するラグジュアリーホテルが多いので、例えば、フォーシーズンズさんの大阪さんとか、シックスセンシズさんとかが京都にできてたり、京都にもいろいろできてるんですけど、10万円を超えるようなホテルが割と多いので、そうなると、ついでにね、行って、短期滞在でというよりは、しっかりホテルを楽しみたいなっていう感じなので、ちょっとね、そういう時間がないので、またね、行けるタイミングがあったらご紹介したいと思いますが、今日はこちらですね。私の動画では2回目になるのかな。はい。ザ・プリンス・パークタワー東京さんをご紹介したいと思います。で、なんでこのホテルを久しぶりに紹介するかというと、ちょっと私が六本木の、気になるお店といいますか、ちょっと以前から知ってらっしゃった方が新しくお店をオープンする、ワインをメインにしたバーがあるんですけど、その六本木のバーに行きたいなということと、仕事の兼ね合いで東京に来るタイミングがあり、六本木周辺なら東京タワーが見えるホテルに泊まりたいなと思い、こちらのホテルを久しぶりに予約をしたので、ちょっと時間があったんでね、久しぶりに動画撮ろうかなと思って撮ってみました。はい。で、今日はそういう目的なので、東京タワーが見えるお部屋にしたので、お部屋からね、どんな感じで東京タワーが見えるかに注目していただき、見ていただけたらと思います。それと、最近私が、ウイスキーとかね、割と飲む機会が多くなったり、ワインも少しいろいろ知っていきたいなって感じでバーに行く機会が多いので、今回もホテルのバーね、少し行ってみましたので、こちらも写真なので見ていただければと思いますので、後半もぜひ見ていただけたらと思います。はい。では、早速、お部屋までの様子とお部屋の中の様子撮ってありますので、ご覧ください。
はい。では、お部屋ご紹介したいと思います。お部屋は、ルームキーを挿して照明とかがつくタイプです。はい。お部屋の場所ですが、エレベーターホール、こちらなので、こんな感じで、はい。ここのお部屋になります。で、こちら側に東京タワーがあるので、ここかな？このゾーンが、東京タワーが見えるゾーンだと思われます。はい。では、行ってみたいと思います。まずお部屋入ると、右側が手洗いです。お手洗いは、開くタイプでした。はい、ご苦労様です。こんな感じで手洗うところもあります。はい。今日はトイレ別なんですね。ここすべて別でしたっけちょっとね、記憶が鮮明ではないですが。はい。で、左側がお風呂のスペースですね。はい、こんな感じ。バスアメニティはこんな感じです。はい。CO ビゲロです。はい。読み方とか発音とかはご勘弁ください。で、ちょっとドライヤー出しましょうか。ドライヤー出す間、ちょっと立っておきますね。よいしょ。ドライヤーは、あんまり記憶にないんですよね。なるほど。なんか、ドライヤー紹介も懐かしい。はい、こんな感じで、パナソニック製です。ちょっとね、照明で光が触れて申し訳ないです。で、アメニティはこんな感じで一式あります。で、お風呂は、こんな形で、これ結構広いですよね。で、こちらのホテルは、コーナーの部屋とかだと、なんだ、ジャグジーみたいなね、機能がついてるお部屋もあるので、ちょっといろいろ見比べてみてほしいなと思います。はい、シャワーブースはこんな感じで。なんかこれ、アメリカの映画に出てきがちな、まあいいや、忘れるもの、シャワールームだなって感じしますけど。はい。で、左側にミニバーですね。こんな感じで、ティーアースです。はい。何があるのかなこれ。ルイボスティーと、緑茶と、ダージリン。はい、があります。公開。はい。こんな感じで、コーヒーもあります。こういうのね、結構見てる方いらっしゃいますかね。コーヒーの銘柄もちょっとアップで載せておきます。で、ネスプレッソのやつですね。で、ケトルあり、冷蔵庫ここ入ってるタイプでしたっけ？入ってるタイプだった。はい、こんな形で一通り入っております。おやつもね、こちら入ってますから、一応価格表も見てみましょうか。国産ビール700円です。リキュールスピリッツ600円。はい、こんな感じです。何がスピリッツとかあったのかなちょっと見てみよう。ちょっとわかんないですね。はい。リキュールか。リキュールこれ、ちょっとリキュールとかの区別パッと見てわかんないですけど、この辺、でもこれビールっぽいですよね。まあいいや。はい。そんな感じです。はい。で、右側がクローゼットになっております。私の荷物もありますが、一通りありますね。スリッパ、アイロン台とか、アイロンもありますし、バスローブもあります。いい感じ。柔らかい。結構柔らかいな。はい。私のね、完全な主観ですけど。はい。で、お部屋は、こんな形で今日はバルコニーがついているお部屋にしてます。なんか結構広いですよね。こちらのスペースが結構あるので、どうなんですかね。確認してないんですけど、シャワールームとかもそれなりに広いんで、40平米ぐらい、もうちょっとあるのかな ?45 平米ぐらいあるのかなはい。ちょっとこの滞在するね、空間結構広いなっていう印象なので、思った以上の広さ感じます。で、ベッド周りコンセントとか確認しておきますね。通常のコンセントが、はい、それぞれ用にあります。今日はツインの部屋なんでね、こんな感じになってます。で、仕事とかもね、できるビジネスデスクみたいなのもありますので、コンセントこちらも2つありますし、LAN ケーブルもあるので、いいですよね。はい。十分ですよね。結構広いですね。いい感じ。はい。で、今日は何と言っても、うまく一回も見せずにここまで来たんですけど、
もうバルコニーですよね。で、これちょっとね、外の音入っちゃうかもしれないですけど、うまく、はい、こんな感じで、じゃーんと、これですね。で、これ、広角で撮ってるので、ちょっと伝わりにくいんですけど、かなり迫力あります。私が泊まったホテルの中でこれ以上迫力のあるホテルはないですね、東京タワーのビューが。はい、ということで今日はね、快晴なので、夜ちょっとね、夜景も撮ってみたいと思います。で、ここちっちゃいんですけど、この広角だと正面にスカイツリーも見えるので、かなり贅沢。はい。で、これだけね、東京タワーまで開けていて、かつ、最近は虎ノ門とかに高層ビルも増えてるので、麻布とか虎ノ門の高層ビルの様子もこんな感じで見れて、これぞ東京って感じのね、夜景が撮れるんじゃないかなと思いますので、夜はちょっといろいろ写真撮ってみたいと思います。はい。はい。ということで、今日はかんなって言っちゃった。こんな感じの部屋です。で、今日は、せっかくね、東京タワー見えるお部屋なので、東京タワーの夜景のね、写真とかも撮りつつ、バーとかもね、行けたら行きたいなと思いますので、少しね、前回の動画とは違う要素を入れたいなと思いますので、引き続きよろしくお願いします。では、お部屋パート、失礼します。はい、よろしくお願いします。今日はこちらですね。ザ・プリンスパークタワー東京さんをご紹介したいと思います。なんか久しぶりに動画を撮るので、喋ってた順番とかをね、あまり覚えてなかったりするんですけど、はい、よろしくお願いします。で、こちらは東京の芝公園の近くにあるホテルで、まあちょっとね、動画でも見ていただけたと思うんですけど、バルコニーの前は、緑のスペースとか、神社とかのスペースがあるので、新しくね、ビルが建つってことは、当面ないんじゃないかなと思いますので、東京タワーが見えるこの眺望は今後もバッチリ継続かなと思います。で、東京タワーをご覧いただいて、気づいてる方もしくはそうなるよねって思った方も多いと思うんですけど、東京かなりビルの再開発が進んでいるので、高層ビルがどんどん増えていっているので、東京タワーのサイドとか背景にあるビルがどんどん高層ビル化して、なんか東京感をね、より感じるビューに勝手になってるなっていう感じなので、以前来た時よりも、こう東京感を感じれる背景の前の東京タワーっていう感じで、なんかより景色良くなってる感じが私はしましたね。で、やっぱりこの高層階のホテルでバルコニーがついていて、ガラス越しじゃなくね、東京タワーがこれだけ大迫力で見えるっていうホテルは今のところないですね。近くにあるタワマンとかならそういうところもあるのかもしれないですけど、ホテルでは唯一無二かなと思いますので、東京に来て東京タワーが見える夜景とか、東京タワーをダイナミックに見たいっていう方は、もう考えていただきたい筆頭のホテルかなと思います。で、いろいろなホテルがあって東京タワー綺麗に見えるホテルはあるんですけど、改めてここに来るとこれ以上はなかなかないと思いますので、はい、お部屋からのね、景色を結構楽しみにしてる方は本当にいいんじゃないかなと思いますし、少しの価格差なら東京タワーが見える側のバルコニー付きの部屋にするのはこのホテルに来るなら十分価値があると思いますので、逆にそうじゃない部屋に泊まるとなるといろいろね、他の選択肢が増えてくると思いますので、こちらのホテルはもうとにかく東京タワーが見えるお部屋がおすすめです。はい。で、こちらのホテルは、こちらにも記載があるんですけど、ザ・プリンスなので、プリンスホテル系列のホテルです。で、ホーブスで4つ星かなの星も取ってるので、ホスピタリティとかもかなりしっかりしてますし、レストランもね、しっかりしたレストランがたくさん入ってますので、すべての料理、抜かりなくあると思います。はい。で、今日は、食事で、ちょっとまた名前出しますけど、バー2つあるんですけど、上層階にあってもう東京タワーのビューとか夜景とかが素晴らしいバーと、地下にバーもあるので、静かにね、ゆっくり眺望とかよりも雰囲気で飲みたいっていう方は地下1階にあるバーでもいいかなと思うんですけど、こちらのホテルに行ったらぜひね、このバー行っていただきたいっていうバ
はい、こんな感じで、私はトワイライト付近なので、日没前20分前ぐらいに入店して、日没、夜景が始まるくらいの間、ちょっと一杯ね、お酒を飲みに行ってきましたが、こちらのホテルに来たら、こちらのバーも、まあ行っていただきたいと思います。で、ホテルとかのバーだと間違いなくモクテルとかも作っていただけますし、別にジンジャーエールとかね、フレッシュジュースとかを飲んでもいいと思うので、バーに行ったらお酒を飲まなくてはいけないってことはないので、もうゆっくりね、いろいろなもの、カフェラテでもいいと思うんですよ。アイスのカフェラテを、アイスに限らなくてもいいんですけど、そういうのをね、ちょっと優雅にね、飲むっていうのもいいと思いますし、ホテルのバーでもいいホテルのバーで騒いでる方っていうのはまずいないと思いますので、雰囲気もね、いいかなと思います。はい。なので、こちらのバー、おすすめです。で、こちらのバーは入店直後ぐらいに行けば予約がなくても、席はご用意いただけると思うんですけど、金曜日とかは厳しいのかもしれないですけど、基本的には予約していった方がいいと思います。プリンスホテルの公式サイトの方からレストラン予約のところで、いろいろね、予約プランとかもあって予約ができるので、予約することをお勧めします。で、何かね、料理とか飲み物の複合のプランとかになっていても、たまにしか来ないっていう方は、東京タワービューが確約されている予約の仕方がありますので、そちらにね、利用されるのがいいかなと思いますし、若い方とかも、ぜひね、彼女さんとか彼氏さんいたら、記念日とかにね、なんか特別な日に来る価値がある、景色のバーかなと思いますので、いろいろなね、利用な仕方があるかなと思います。はい。なので、これね、ここに来たかったっていうのもあるので、はい、素晴らしいバーでした。はい。で、あとは朝食ですかね。朝食のご紹介をしたいと思いますが、朝食は、こちらに、ちょっと紙曲がっちゃってますが、こんな感じ、見えるかな。はい。記載がありますが、和食が地下1階のお店で、洋食ビュッフェが33階のお店なので、景色を楽しみながら、朝食を食べたいっていう方は、洋食のビュッフェがおすすめかなと思いますし、私はホテルの朝食は和食が好きなので、日本では和食を食べることが多いんですけど、はい、こんな感じで。和食の量は、なんか、ベストです。結構お腹いっぱいにはなるんですけど、多すぎず、味もね、上品な仕上がりで、濃い味というよりは、日本ね、特有の、出汁が効いていて、すべての料理がとても美味しかったので、料理はね、かなり力を入れているホテルだと思いますので、はい、ぜひね、いろいろ食べてみてほしいなと思いますが、私は、動画的にはおそらく33階のホテルに行った方が映えるっていう感じなんですけど、お部屋で東京タワーが見えるお部屋でバーも行ったので、部屋で見えちゃうんでね、それほどのこだわりはなく、洋食よりも和食が食べたいという欲求優先、動画よりも自分の欲求を優先するという相変わらずの振る舞いに出ております。はい、という感じです。はい、なのでね、朝食とかも美味しいのでおすすめです。で、今回はせっかくなんで予約の仕方もご紹介しようかなと思うんですが、アメリカンエクスプレスっていうクレジットカードのプラチナカードをお持ちの方は多分ステータスマッチでプリンスホテルのステータスをね、獲得できると思います。今ももちろんできると思うんですけど、その特典があると、予約をすると朝食がつきますので、それを利用して泊まっております。こういうのはね、ありがたいなと思いますね。一休とか予約代行サイトでも、予約代行サイトじゃないか。予約は代行してないか自分でしてるか。そういうね、サイトでも朝食付きのプランとかもね、あると思うので、ホテルはね、朝食は結構、非日常の一つかと思いますので、つけた方がいいんじゃないかなと思いますが、クレジットカードをお持ちの方は、そんな特典もね、うまく使って利用するといいかなと思います。で、こちらのホテルは、そのアメリカンエクスプレスの、プラチナのフリーステイギフトっていう特典ですかね、1泊ホテル無料で泊まれるよっていうのも対象のホテルなので、そちらで予約をすると、宿泊も無料になり、ステータスマッチの特典も受けれるので、朝食も無料になりっていう感じがしますので、東京のホテルでフリーステイギフトを使いたいっていう方でしたら、眺望もね、抜群なので、はい、いいホテルかなと思います。で、フリーステイギフトでこちらのホテルを予約される方は、多分一番
ボトムといいますか、スタンダードのお部屋がその予約サイト予約時の指定されてるお部屋だと思うんですけど、空いてればちょっとプラスアルファの価格を出すと東京タワービューとかにしてもらえるので、まあどうせね払わないんで、ちょっとぐらい、5000円とか1万円とかぐらいなら払ってもいいかなっていう方はね、もう払って東京タワービューにした方がいいと私は思いますね。はい、ということで、そんな予約の仕方もありますよっていう感じですかね。はい、そんな感じになります。あとは、お部屋の印象は思ったより部屋が広かったっていうことと、東京タワーをね目的に来てるので東京タワーがしっかり見えてよかったなっていう感じがします。あとはこのホテルがお風呂とトイレが別の設計だったのかはあんま鮮明に覚えてないんですけど、別でしたね。でお風呂場スペースもシャワーブースと別になっていて、申し分ないですし、もう結構時間が経ってるホテルだと思うんですけど、あまりねそれを感じないホテルなのでいいなと改めて思いましたね。でホスピタリティとかもしっかりしてるホテルですので、そういうところもねご安心して来ていただければいいかなと思います。東京のホテルが結構価格が上がってると思いますので、その中でねちょっと選択肢としては泊まりやすい方に入るかなと思いますので、しかもラグジュアリーなね雰囲気も感じることができると思いますので、やっぱね東京タワー見たいときはこのホテルに限りますね。はい、そんな感じでした。はい、2回目ということもあるので、お部屋までの様子とかは前回が昼間撮ってたと思うので夜撮ってみましたが、やっぱ海外の方結構多くいらっしゃってるんですけど、海外の方の活動時間長いですね。日本でもこの辺だったらこんな感じなのかなって気がしますが、12時とか1時とか2時になっても、タクシーで出かける方、タクシーで帰ってくる方がたくさんいて、撮るタイミング難しかったです。はい。それはね、私の勝手な都合なんで、だいたい1時、2時になるともう、ロビーとかは誰もいないっていう状態が、私がホテルの動画を撮ってる時のイメージなんですけど、難しい。朝一かな、やっぱり。はい。っていう感じではありましたが、そんな余談です。はい。ということで、今日はこちら、ザ・プリンスパークタワー東京さんをご紹介しました。東京タワーを見たい方、ぜひ来てください。はい。ということで、今日はこんな感じで終わろうと思います。またよろしくお願いします。失礼します。